だから別々のことじゃないんですよ。いろいろつながってくるという、シンプルになってくる文法。なるほ俺もう時間がないって感じの焦りが個人はあって、一刻も早く人間革命したいっていうのを思ってるから、ど。そうあ個人的にはすっきりするっていうか、整理されていくようなイメージなんで、なんかこう知恵が湧いてくるっていうか、そういう印象があるんで、例えば仕事の途中だったとしても、ふとこう数分間こう思いにふけってみるときに、そういう風なルーティンなんですけど、効率的というか使い方っていうとあれだけど、我に返れるとか、なんかそういう風になるんで。では今回このとこいうことで、うん憲法が大事だねっていう話だったんだけど、前回ね、どうやって憲法すんのっていうことだよね憲法の How to が書いてある。毎朝毎夕に憲法。遠藤恩義具殿に長々仏と共に起き、石石仏と共に伏し、時事に浄土し、時事に憲法すという布台史中国南北朝時代の僧の尺が引かれています。ご本尊根本に生き抜く私たちは、この言葉をどんな仏教学者よりも深い実感で受け止めることができますね。池田時事刻々の憲法です。私どもは毎朝毎夕発釈憲法しているのです。久遠の大生命を古心に沸き立たせて光線ルフェと前進している。それ自体が総じては日々自論本を身で読んでいることに通じるのです。斎藤釈尊が残した精神の水脈は2000年の間に人間から離れ枯渇しつつあった。それを万年の大河へと蘇生させたのが大聖人の人間主義なのですね。池田、そう聖なる権威に人間をひざまずかせる一切の思想宗教を打ち破って人間自身の内なる聖なる大生命を開かせたのです。だから大難があった。大人権闘争であり大死苦です。諸法実相書には、凡夫は体の三人にして本仏ぞかし、仏は有の三人にして釈仏なりと仰せです。この真偽についてはさらに論じていくことになるが、凡夫こそ本仏と言われている。仏教の人間化の究極の宣言と拝したい。日蓮仏法こそ21世紀から始まる第三の千年を、そして末法万年を照らしゆく人間宗なのです。釈尊とかいろんな仏いろいろ出てきましたが、ある意味釈仏なんだと、生きている我々が本仏ですと、この話もまた詳しくやっていくが、日蓮仏法創価学会とかいろいろ言いますけども、つまり人間宗です。人間宗宗派とかなんかいろいろあるけども、人間宗です。すごいよね。だって個々人の多様性だとか、ね、今言われてるようなことじゃないですか。みんな一人一人が自由にみたいなね、そういう風な気概ですけど、何年前から言ってたの。個々人が個々人のまま花咲かせるという、その最短の方法ルートを提示してますっていうことですよね。人間がより人間らしく大場通りに花を咲かせるための方法、宗教って言いますけども、なので全人類のための教え、宗教って感じなんで、人間宗でございますっていうことですね。すごいですよね。やっと全人類気づき出した感じがちょっとあるっすよね、今この時代。仏法化してきてる感じもします。すごいな。インターネットだとかそういうのが、テクノロジーが進めば進むほどなんかそういう風になってくんかな、と僕は思いますね。やっぱそうなんだろうね。だってない時代だとかにこんなん言われてもなんかいまいちピンとこないもんね、自分自身想像しただけで、現実そういう方向になっていってるっていうことで、でも今混乱時期でもありまして、多様性って言ってね、わがままな自分、これが自分だからっつってわがままをどんどん育てていっちゃうみたいな感じの、これも迷子ってやつでね、これ転倒ってやつです。転倒大怪我中やん。転倒してるって言うんですよ。なるほど。それを強引に帰りとかじゃなくて、見守りながらそっちの方向へこう背中を押していくみたいな風にしていくっていうかね、いうための行動じゃないかな、我々は。光線ルフっていうところ、そうね。良くも悪くも今失敗こいてる部分もあるけど、
惜しいところまで来てるっていう感じもするんで、失敗を生かせるように勉強しよう、行動しよう。まあね、ここまで聞いてきた人だったらもうすぐ分かる話だと思いますけど、検本っていうのは朝夕題目することですね。検本、はい。検本してますと。で、尺が開かれてくると。尺ってのはだから今の自分みたいな、生姜って言いますけどね。小さい割れとか言って。生姜がこの大河って大きい割れとか、大河にこう開かれていくっていうのかな。生姜が開かれて大河になってくる。もうみんなそもそも大河ってのが持ってるんだけど、生姜に支配されがちだから、煩悩とも言ってるけど、で今はその実とか南無法蓮華経っていうのを大河っていう言葉で表現したってことですね今。なるほどね。だから別々のことじゃないんですよ。シンプルなんだよね仏法は。その実が分かれば本当何でも分かってくるようになってくるっていうことで、その実を理解するために頑張ろうぜってそのことを言ってるわけで、それは題目ですってご本尊の前で題目ですって。仏だとは生命なりっていうのが分かってくるといろいろつながってくるというシンプルになってくる仏法が。なるほど、シンプルに。今ゴタゴタしてる感じにするでしょ、いろんなワード出てきて。するね。だから全部つながってんだ。まあこれが分かってくるようになってくれますんで、どんどんその、本物の心、永遠に続く絶対的幸福を確立、今世のみの相対的幸福は根なし草。須田、今年1997年の春、地球に最接近したヘールボップ彗星は多くの天文ファンを楽しませてくれました。次に帰ってくるのは約2400年後だそうです。遠藤、片や人間の一生は100年あるかないかです。今の人類がもう一度この彗星に出会うことはできないんですね。斉藤、壮大な宇宙の営みを思うと、今ここにいる自分とは一体どんな存在なのかとしみじみ考えてしまいます。おそらく多くの人がそうだったのではないでしょうか。池田、みんな意外とロマンチストなんだね。難解な教学の勉強も必要だが、たまには星を見たり月を見たりして一句でも読もうかという心のゆとりが大事だ。心広々と大宇宙を見つめることは自分の人生を見つめることにもなる。須田、はい、日常生活に追われていると大宇宙の中の自分というスケールで自分を見つめる機会はなかなかありません。小さなことで悩んでいる自分、今日明日のことだけで精一杯の自分と、どうしても狭い枠から出られないものです。仕事行って家帰って寝て起きてまた仕事行って帰って寝てみたいなことをルーティンずっと繰り返してると、そういう発想になかなかなれないという。たまには休みを取ってこういうことを考える時間を作るっていうことも大事だよねっていうことを書いてますよね。そうね。でもある意味そんなルーティンに生きてる中でも朝題目したり帰って題目したりっていうその時間でそういうことを考えられる時間を設けられるっていう意味では、この習慣はやっぱええんちゃうかなと思いますけどね。確かにそうね。俺は題目とかしてる時間はそういうことを考えられるので、ある意味ホッとする時間とも言えるというか、開放的になる時間っていう感じの感覚で題目したりとかしますかね。強制的な感じでやらされてるとか、早く時間終わんねえかなとかいう考えで題目はしてもあんまり効果がないかもしれないっていうね。そうね。そういうふうに思って題目してる方は結構いいんじゃないのかなと思いますが。そうなの？幹部のチャーリーとかはそんな感じのこと言ってましたよ。あと3分5分もう時計が気になってもうやらないといけないからやってるみたいな感じのこと言ってましたけどね。マジでそんな感じだったんだ。真面目な子なんで、真面目であればあるほどそういうことを考えちゃう人が多いのかなっていうのもあるけど。1時間正代ノルマや。そう僕らの地域はですけども、結構前の話ですけど、自分が牙城界の着任とかを初めてやろうかっていう時があったんですね。その時に前日に1時間題目してください。なんかよく聞くやつね。完了しましたら連絡をくださいみたいな感じの LINE とかが来たりとかするのがなんか当たり前みたいな空気だったから、これじゃあノルマになっちゃわないかなっていうので、癖つけるのはいいけどね、1時間題目するっていうの癖つけるのに最初は強制的な感じっていうのは別に方法としてはなくはないかもしれんが、ずっとそれだと苦痛になっちゃわないっていうね、題目が、題目のハウトゥーっていうことを考えたら絶対ノルマにしちゃいけないよ。ノルマじゃないでしょあれは。自分で決めたならいいかもしれんけどね、なんか人にやらされる題目なんて、
絶対あかんよっていうね思っちゃいますわ。人にやらされる題目ね、なんか宗教感出るな。そうなるとちょっと憲法がなかなか現れてこない、この本が現れてこないっていうことを考えちゃうと、ね、せっかく憲法のために題目してるのに、だからね、まず心を開くっていうのが大事だから、そうしないと現れてこないよ。自分でブレーキしとると上がってこない。そうね。だからこれ今ハウトゥーの憲法のハウトゥーの話ですね。あれをやりなさいこれをやりなさいよりもやらないこと決めた方が今の時代本質にたどり着くのは早いんじゃないかな。いいこと言ったかもね。うんで自分もですけど題目してない時間、なんか時間がないからっつって題目をしない理由を考えてた時期もあったんですけど、で何やってるかっつったら、まあ、YouTube 見たりとかするわけですよ。なんかテレビこれを絶対見ないといけないみたいな、なんか、これカットしてもええんちゃうっていう時間があったりするわけですよ。これカットして題目に当てた方が絶対いいくないかっていうか、効率的にタイパが良くないかっていうか、成長のこと考えたら、っていうので、まあ、自分はその時間を作るようにしましたけど、意外といらない時間ってあったりするんで。あるある、全然ある。生活習慣も見直して生み出した方がいいんちゃうかな、憲法のための時間をっていうね。生活を整理整頓しましょうよ。所詮1日24時間しかないんでね、みんな。習慣で人生は変わりますってことで、習慣でしか変わらないでしょ。ちょっと憲法にその習慣のあなたの時間でちょっとこう憲法に使ったらどうでしょうかっつって。僕あれですよ、こう僭越ながら思うのが、はい、このご本尊の前に座ってこう正座をして地蔵を持ってずーっとこう1時間2時間やるっていうのもまあすごくね熱心だなっていう風な捉え方もできますけど、別にそれじゃなくてもいいじゃんって思う時もあるんですよね。そういうのもいいし、それこそ風呂に入りながらこう心の中で唱えるのもいいしじゃないかなとか。だってどこでもいつでも何時でもみたいな、そういうそれぐらいカジュアルでもいいのかな。これどうだ怒られるかよ、まあ寝る前のちょっとした時間だとかに胸中題目ってことですね、心の中で題目するみたいなことでしょ。まあ、僕も仕事中胸中題目してた時もありますし、ずっと、てかまあたまにしてるし、全く効果がないとは思わないですけど、まあ、全くご本尊の前に座らないってなるのもまた違うという。それは、何のためにご本尊を表したのかということになるので、まあ、対境としてご本尊と向き合うっていう時間はまあ確実に必須なんだけど、それプラスでどういうふうに時間使うかっていうのは個々人によるところもありますと思いますけどね。そうね、ご本尊なくてもいいから、とりあえず南無法蓮華経だけ言ってればいいっていうのは他の宗派でありますんで、それがいいとは思わないけども、なんかこうもっとこう難しくそのタスク管理するっていうのがすごくなんかなって思っちゃうんで、しかも本人のそのテンションにもよるじゃない。俺もう時間がないっていうか感じの焦りが個人はあって、一刻も早く人間革命したいっていうのを思ってるから、そういうふうに決めた人だったらそういう時間を作ればいいと思うし、ぼちぼちでやっていきたいっていう人はまあぼちぼちでやっていけばいいと思うんですよ。今の生活リズムとかも大事にしながら、作れる時間でやれる範囲でやったらいいっていう、ストレスにならない範囲で。そのためにお守りご本尊もあるっすよね。そうですね。移動に忙しい人もいるだろうし、ただそういう時間をちゃんと自分の中で作って設けて、で心を整理するじゃないですけど、そういうのをこう能動的に作っていくっていうことがまず大事でしょうね。ストレスなく、自分のリズムでやっていけるような習慣ペースを能動的に作っていくというか、そうね、これで人生変わるんじゃないですかっていうことです。いや変わると思いますよ。個人的にはすっきりするっていうか、なんだろう、整理されていくようなイメージなんで、ぐるぐるになった紐がなんかほどけていく感じがあるでしょ。これが気持ちになる。でこれの積み重ねでどんどん泥が出てくるんですけど、なんかこう知恵が湧いてくるっていうか、そういう印象があるんで、こう例えば仕事の途中だったとしても、なんかこうふとこう数分間こう思いにふけってみるときに、そういう風なルーティンじゃないですけど、心の中で唱えてみると、じゃあこうしてみようとか、なんかそういう風な
なんか僕の中ではそういう風になってるんで、うんいや素晴らしいと思いますし、山本君は山本君の、効率的というかまあまあそうね、効率的というかその使い方っていうとあれだけど、そう、胸中ダムがいつでもどこでもできますんで、ってなった時にこうちょっとしてみるとなんか我に返れるとか、なんかそういう風になるんで。そうですね、多忙だった池田先生も移動の車の中の道中で題目唱えられたり、胸中題目されたりとかね、されたりしていましたので、それはあるんだ、まあ、一つの形ということで憲本のハウトゥーとしては、まあ一つだけじゃないけどね、っていうパターンもあるいろんなパターンがあって、いろんなあなたにとってちょうどいいものを模索しながら習慣作っていただければなと。ガンネルとして言いたいことは、ご本尊の前で題目するっていうことは必須ではございますっていうことは伝えたいようです。基本はそうだよね、だから時間の都合上、そういう時間が設けられないというかね、いう人はいろいろやっていくと。それがあった上でわりかしいろんなタイミングでカジュアルに僕は使っちゃうっていうだけで、どうだろう、一般的に言うと瞑想とかそういうのに近いのかな。いやそれぐらいなんかだいぶ話が長くて申し訳ないですけどそれぐらいカジュアルな感じでにしていくのも大事なのかなと思ってる。信心っていうものが心を鍛えるエクササイズぐらいの風に思って試してみようってなるぐらいの人が増えていっても俺はいいんじゃないのかなと思ってるところはあります。そうね、どうしてもこうやっぱインターネットのねあれで情報のシャワーをガーッと浴びてるっていう状況じゃないですか今のって、まあ、別にそれが悪いとは思わないですけど、じゃあその大量にインプットしたものを整理する時間もやっぱ同じぐらい大事だよねっていうことに発信したいわけなんですよね。整理する時間だからね、そうとして使えるから便利ですよ。それが知恵になるでしょうって、頭でっかちのままじゃもったいないでしょうって僕は思っちゃうんで、この辺りどうでしょうねっていう。だから公園で座って、まあそれもいいけど、公園に座って腕組んでって考えとってもなかなか答えが出ないことのが多いと思うから、ご本尊の前で題目すると、まあ胸中題目でもいいけど、題目しながら試作していった方が効率的ではあったりするっていうことがあります。これを一般化してね、いろんな人に伝えていきたいっていう憲本の仕方。憲本って言ったら宗教臭く感じたかもしれんけど、まあそうね、大河もまあどうでしょう、まあ、ちょっとまあこれもね難しいねまあ秘めてるものがあるから、それまあ引き上げる方法ですよ。そうね、ちょっとだいぶ話しちゃいました。はい